こんにちは、アンゴロです。暗号資産爆上げの種、クラリティ法案の新版が公開され、いよいよ審議が開始します。そこでこの動画では、クラリティ法案の旧版と新版で何が変わったのか、旧版で問題視されたステーブルコイン利息禁止はどう変わったのかと、暗号資産業界への影響を解説します。クラリティ法案、日本語で暗号資産市場構造法案は、アメリカで暗号資産の規制を明確にする法案です。今まで暗号資産は証券なのか商品なのかが曖昧。暗号資産の取引所やプロジェクトはどのルールで動けばいいのかも曖昧で、長年にわたって業界の混乱と法的論争の火種となってきました。この曖昧さがあるため、企業は安心して事業を進められず、イノベーションの巨大なブレーキとなっています。このブレーキを外すために規制を明確にするのがクラリティ法案です。クラリティ法案は2025年7月に下院で可決しました。現在話題になっているのは、下院を通過した法案をベースに上院が作っている法案です。上院側では、上院農業委員会と上院銀行委員会がそれぞれ担当する部分の法案を作成し、2つをすり合わせて1つの法案にします。上院農業委員会は商品に分類される暗号資産のルールを作り、今年1月に委員会を通過しました。一方、上院銀行委員会は証券に分類される暗号資産のルールや伝統的な金融システムに関わるルールを作り、2026年1月に法案を公開しましたが、暗号資産業界と銀行業界の双方から大きな反発が出て、審議が延期されました。特に問題視されたのはこれです。第404条、ステーブルコイン保有者への報酬の保護。条文のタイトルは、一見ステーブルコイン保有者への報酬をすべて許可するようにも見えます。しかし、この条文にはステーブルコインを保有していることだけを理由に利息を支払うことを禁止するルールが明記されていました。ステーブルコインの発行会社はユーザーから預かったドルの多くを米国債などの安全資産で運用しているので、制度上認められれば運用益の一部をステーブルコインの保有者に利息として還元することが可能です。また、ステーブルコイン発行会社は実店舗を持たず、少人数のスタッフとスマートコントラクトの超低コスト運営のため、銀行より高い利回りをユーザーに還元できます。そのため、ステーブルコイン保有者への利息の支払いが認められれば、銀行預金よりステーブルコイン預金の方が圧倒的に高利回りとなり、銀行から大規模な資金流出が起きる可能性があります。銀行から資金が流出すれば、銀行の貸し出し余力が落ち、中小企業向け融資や地域金融に影響が出て、景気の下押し圧力になることが懸念されます。そこでこの法案では、ステーブルコインを保有していることだけを理由に利息を禁止にしましたが、これに対し暗号資産業界は、銀行を優遇し、暗号資産業界の競争力を削ぎ、新しい金融サービスの成長を妨げるとして反発しました。一方で、法案には活動に対する報酬やインセンティブについては禁止しないと明記されていました。画面に表示しているのは許容される活動報酬の一覧です。取引、決済、送金、両替、流動性提供、ステーキング、ガバナンス投票などいろいろあります。これに対し銀行業界は、活動報酬という名目を使えば実質的にステーブルコイン残高への利息を払える抜け道になるとして反発しました。例えば、暗号資産企業が、これは利息ではありません。ステーキングに参加したインセンティブ報酬です。といえば、銀行預金の利息に近い報酬を出せる可能性があります。このステーブルコインの規則に対する銀行業界と暗号資産業界の大きな反発によって、クラリティ法案の審議は延期されました。
この動画では1月に公開された法案のことを9番と呼びます。その後、上院銀行委員会は暗号資産業界や銀行業界との再交渉を経て、5月12日にクラリティ法案の新版が公開されました。ステーブルコインの条文のタイトルはこう変更されました。第404条、ペイメントステーブルコインの利息利回りの禁止。9番はステーブルコイン保有者への報酬の保護だったので、厳しくなったような印象があります。これは9番と新版の404条の変更点です。9番の規制対象はデジタル資産サービスプロバイダーだったのが、新版では全ての関連会社が規制対象になりました。全ての関連会社を対象にした理由は、ステーブルコイン残高の利回りを提供する抜け穴を防ぐためと考えられます。例えば、取引所本体は利息を払っていないけど、グループ会社や提携会社がキャンペーンとして実質的な利息を提供するという抜け道を封じる狙いがあると考えられます。ただし、認可されたステーブルコイン発行会社については、ジーニアス法の方ですでに利息利回りの支払いを禁止しているので、二重規制にならないようにクラリティ法案での規制対象から除外されています。次に、9番の報酬の扱いは、ステーブルコインの保有だけを理由にした利息利回りは禁止だったのが、新版ではそれに加えて、銀行預金の利息と実質同じ報酬も禁止と明記されました。これを追加した理由は、利息という名前を避けた抜け道を防ぐためと考えられます。例えば、暗号資産企業は、これは利息ではありません。ステーキングに参加したインセンティブ報酬ですと言いながら、ステーブルコインを預けているだけのユーザーに報酬を支払っている場合、それは実質銀行預金の利息と同じ報酬として禁止されることになります。その他新版には回避防止や違反時の罰則について追記されました。故意かつ意図的な違反に最大500万ドル、約8億円の制裁金が課されます。タイムアップ。新版のステーブルコインの規則について暗号資産にとってプラスの点は、ステーブルコイン関連の報酬が広く禁止されずに、ステーキングや流動性提供など活動に対する報酬は許容のまま残った点です。これによりサービス提供会社はいろいろな報酬プログラムを設計することができ、ステーブルコインをオンチェーンキウイで使う道具として成長させる余地が残りました。9番の法案、278ページの完全解説はブログ記事にまとめているので参考にしてください。新版の法案、309ページの完全解説は需要が高ければ作成します。見たい方はグッドボタンやコメントで教えてください。この動画が参考になったらグッドボタンをお願いします。アンゴローチャンネルでは投資判断に役立つ深掘り情報を解説しています。次回の動画を見逃さないようぜひチャンネル登録をしてください。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。